心の薬チャンネルをご覧の皆さん、久保です。今日はですね、人の生きがいっていうかな、人の人生の目的っていうかな、そういう感じの話をしたいと思います。僕聞いた話なんですけどね、イタリアの地中海って僕は行ったことないんですけど、あるですね、イタリアでは結構名が売れた経営のコンサルタント、いろんな人を指導したり、いろんな会社とかお店をアドバイスするエキスパートみたいな方ですね。その方が休暇が取れたので、その地中海の、町の名前まで僕覚えてないけど、そのある漁師町に旅行に行ったと。ただそこで昼間から女性が踊っていて、その踊りを見ながら昼間からワインを飲んでめちゃくちゃ音楽かけて盛り上がってる人がいたんですって。見た感じ漁師さんみたいな男の人で、その人の奥さんか彼女かなんかですね、海岸沿いの港のその旗場に丸いテーブルを置いて、でワインを飲みながら、その彼女か奥さんはこう踊ってると。それを見ながら楽しそうにしてたと。なんかちょっと興味が出たのか、ちょっとそこにパーって行って、昼間からいい感じですねと、なんかいいことでもあったんですかって聞いたらしいんですよ。実はね、今日朝から船を出したらものすごいいい魚が釣れたんだよ。だからね、もう昼間からワイン飲んでるんだよ。で嫁さんがダンスが好きだから音楽かけて踊りも踊ってもらってたんだよっつって、その人ちょっと興味が出て、どんなお魚を取られたんですかって聞いたら、見せてあげようかっつって、でそのクーラーを開けてみると高いお魚が何匹か入ってたらしいんですよ。ああすごいですねって、これ高い、美味しいんだよ、高いんだよって、そうなんですかって言ったけど、その方はコンサルタントじゃないですか、いろんな指導する人じゃないですか。ちょっとこうワイン飲まないでもっと釣ったらもっといっぱい取れるのにと思ったみたいなんですよ。だからその漁師さんに、もうちょっとね長い時間釣りをしたらこれの何倍も釣れて、そっちの方がもっとハッピーだったんじゃないですかって聞いたら、そんなにいっぱい取れたら俺はどうなるのって聞いたらしいんですよ。どうなるのって、お金がいっぱい入りますよね。でお金がいっぱい入ったらさ、船をこうちょっともっといいやつに変えてすると、もっと遠くまで行けたりものすごく釣れる条件になるだろうから、もっと儲かるじゃないですかっつったら、もっと儲かったら僕はどうなるとってまた聞いたんですよ。めんどくさいっていうか、ってなって、そしたら従業員の人を雇って何人かで釣りをしたらもう何十倍もお金持ちになるじゃないですか。そうなったら僕はどうなるとって聞いたんですよ。そしたらもう水産会社も出して、もう自分の取った魚で何か加工物も作って、もう大金持ちになったらいいじゃないですかって言ったって言うんですよ。そしたら俺はどうなるとってまた聞いた。もうめんどくさくなって、酒でも飲んで歌でも聴いたらいいじゃないですかって言ったんですよ。そしたら今がそうやけどって言う。まさに人の生きがいっていうのは何なんだろうか。普通でいうお金持ちになるとか、そういうことがみんなそうかと思いきや、そうではない。30年ぐらい前に聞いたんやけど、今でも鮮明に覚えてるんですよね。ただがむしゃらに生きていくなんていうよりも、今の漁師さんみたいになんかちょっとたくさん取れたら嬉しくて、奥さんとワインを飲んでね、音楽聴いて奥さん踊ってると最高の一日だと。これが本当の生きがいなんじゃないかっていう話。参考になるというか、今の漁師さんみたいに思って今日一日を楽しむみたいなことができると、もっといいんじゃないですか。今より全力疾走で走り抜ける人生よりも、目の前の幸せなこと、一つは時間が大事ってことですね。やっぱりもう一個は誰と一緒にいるかっていうのが大事だと思うんですよ。誰とどこにどんな時間を過ごしているかっていうのは非常に大事なのかなとも思いました。僕も頑張るんで、皆さんも明日からちょっとそういう時間を作ってみたらどうですか。ということでまたお会いしましょう。さよなら。